結論から申し上げますと、右足の靭帯炎です。しかもかなり重度の。レースは当分の間無理でしょう。回復の見込みについてですが、最短でも1年、最長だと完治はなかなか。はい、ありがとうございます。もう走れないかもしれない。頑張って復帰を目指しても、まさかこんな日が来るなんて。私はこれからどうしたら。トレーニングで、レースで走ること、それは大切というか、私の全てだった。喜びも悲しみも走ることと共にあった。それができなくなるなんて考えられない。考えたこともない。初重賞、一番人気。しかしこの重圧すら心地いい。今はただたけるままにかける。まずはトリプルティアラの前に。ふっ、譲れない。遅れを取るわけにはいかない。たとえクラフトであろうと、この桜花賞だけは。はあの日々が、暑さが、かけた思いが全て過去になる。もしそんなことになったら、きっと後悔する。なのに心がこんなにも静かなのはなぜ？私はたくさんのことを成し遂げた。オークスではクリスエスさんと鍛錬し、一段上の走りで勝った。さらに日本初のアメリカ G1 勝利。馬娘として最高の栄誉まで手にすることができた。これまでずっと最高に幸せな時間を過ごしてきた。トレーナーとクラフトとキングさんとたくさんの思いに囲まれて、あらゆることを成し遂げた。あらゆるものを手に入れた。そう、私は満ち足りていたんだ。満ち足りていたんだ。こんなにも。走りを失うことはつらい。でもこの思い出さえあれば。だとしたら私はこの後、シーザリオ、教えて教えて、走り教えて。きっとやっていける。きっと笑って新しいこと、いつかやってみたかったことに臨める。この怪我は
きっときっかけ。私たちが次へ進むための。トレーナー、クラフト、お話があります。どうか聞いてください。私、今後は無理に復帰を目指さず、レースから距離を置こうと思います。シーサリオ。ずっと考えていたんです。今までやってきたこと、そして今後やりたいことについて。もちろん走りたい気持ちもあります。でも治るかわからない怪我だと分かって、これから何をすべきかを考えた時、走る以外の道もある気がして。私はもう十分報われました。全く悔いのない最高の時間を過ごしてきましたから。トレーナーやクラフトと。シーザリオ。そっか、そんなことを考えてたんだね。それでも私はまた一緒に走りたい。走りたいよ。だけどずっと一つ気になってることがあるんだ。シーザリオ、アメリカから帰ってきてから凛々しいシーザリオになってないよね。ずっと優しいまんまでレースする顔に慣れてないよね。怪我のこともあるけど、もしかしたらシーザリオの中で何か変わっちゃったのかなっていろいろ重なって、もし気持ちが別のやりたいことに傾き始めてるなら、はい、クラフトにはよく話していました。トレーナーやキングさんにも少しだけ。実は私、育成に携わりたいんです。小さい馬娘たちを育てたい。育ててレースで走らせてあげたい。そのための道はクラフトと作った。変則2冠、そしてアメリカへの挑戦。さらにこれからはクラフトがその続きを作ってくれる。変則3冠、ティアラの馬娘がもっと活躍できるシニア級。考えれば考えるほど育成への思いはますます大きくなっていて。また走れる。そうですね、怪我さえ治ればきっと。でも遠慮しているわけではありません。本心です。トレーナー、もし私が間違っているなら叱ってください。そんなのは甘えだ、目を覚ませって。どうでしょうか。
忙しいかもしれないけど、たまにはウマスタで連絡するっすよ。はい、お世話になりました。皆さん、まずは新しい環境に早く慣れるために頑張ります。シーザリオさん、忘れるんじゃないわよ。どこへ行こうとも何をしようとも、あなたは私たちチームの一員。いいわね。キングさん、はい。トレーナー、私いつか育てた子たちをチームアスケラに入れたいです。ううん、それよりもライバルとして走らせる方が楽しいでしょうか。でしたらそれでもシーザリオ、私変則3冠頑張るね。シーザリオの分まで絶対。クラフト、うん、信じてる。クラフトならきっと。シーザリオ、クラフト、また会おうね。私たちの夢見る未来で。